皆さんこんにちは。ブラジルへ嫁いできたミドサー日本人の専業主婦です。私の旦那はブラジル在住の純ブラジル人で、国際結婚してブラジルで暮らし始めてちょうど1年になります。今回は少しネガティブなタイトルですが、国際結婚をおすすめしない理由を5つ話していきたいと思います。大前提として言っておくと、今の旦那さんと結婚したことは全く後悔はしてなくて、むしろ世界中どこを探しても彼みたいに自分を大切にしてくれる人はいないって思えるし、結婚をすぐに決めて移住してきたのは正解だったと思ってます。でも私はそんな人をたまたま地球の裏側で発見してしまったわけで、もしも自分の国で見つけられたらそれに越したことはないよねっていうお話です。先に5つの理由を紹介すると、1つ目は言語の壁、2つ目は経済の壁、3つ目は食文化の壁、4つ目は距離の壁、5つ目はユーモアの壁です。どれも別に聞いたことのあるような項目で、私も全部今まで聞いたことがあるものばっかりだったんですけど、今は自分が実際に国際結婚して1年経ってみて、実体験として身に染みて感じていることなので、それをお話しできたらいいかなと思います。この間コンセントを買うためにホームセンターに行ったんですけど、いろんなものに目がくらんでリフォームしたいなという妄想をしながらつい長居をしてしまったので、その映像も一緒にご覧ください。ブラジルライフ。まず一つ目は言語の壁です。私の母国語は日本語で、旦那の母国語はポルトガル語です。でも私たちはお互いがお互いの母国語を話せるわけではなくて、普段の会話は英語でコミュニケーションをとってます。でも私も夫も英語がネイティブみたいに話せるわけではないので、普段の生活の意思疎通は問題ないんですが、なんか深い話になった時とか真剣な話になった時に自分の思いが 100% 伝えきれないっていうこともよくあります。なので国際結婚するなら、少なくともどちらか片方が相手の母国語を流暢に喋れた方がスムーズに会話が進むかなと思います。でも 100% 言いたいことが伝わらないっていうことに関しては逆にメリットもあって、私は結構性格上余計な一言を言ってしまいがちなので、 100% 自分の意図が伝わらないぐらいの方が波風立てずにコミュニケーションが取れる時も結構あるなと思います。でもやっぱり理想はお互いの母国語でコミュニケーションを取れるようになることです。日本語とポルトガル語を比べた時に、日本語ってひらがな、カタカナを覚えるのは簡単だと思うんですけど、漢字のハードルが高すぎて 9.9 割ぐらいの外国人はそこで挫折するんじゃないかなと思います。さらに文法も英語と全然違うし、旦那に日本語を教え始めて気づいたんですけど、日本語ってなんて複雑な言語なんやとつくづく思います。多分旦那が日本語を覚えるよりも私がポルトガル語を覚えた方がハードルは低いかなと思うんですけど、それでも私にとってもポルトガル語を習得するのは思ってたよりも結構大変だなと感じてます。ブラジルに来る前は1年もいたらだいたい聞き取りはできるようになるかなみたいに甘い考えでいたんですけど、未だにポルトガル語は呪文のように聞こえます。やっぱり単語をゼロから覚えるって結構努力が必要です。一番思うのは英語を習得するよりも難しいなっていうことで、日本人って英語ができないって言うけど、意外と気づかないうちに英語に囲まれて生活してて、例えば今日のランチはあそこのレストランでパスタを食べて、デザートはケーキを食べましたみたいに、この文章を逆に日本語だけで言ってっていう方が難しいって感じるぐらい、英語って日本人の生活に浸透してると思います。でもポルトガル語に関しては私がもともと知ってた言葉ってオブリガードだけで、本当にゼロから言語を学ぶっていう体験を今していて厳しさを感じてます。Várias opções, várias opções. O cachorro dorme ao lado do sofá. Ok, pode ser. 最初の頃は後ろから近づいてくるチュロスを売ってるキッチンカーの放送でさえも全く一言も聞き取れなくって、何か勢いのある声で叫んでるから、なんか右翼団体の街宣車かなみたいに思ってビビったりもしてました。
そんな感じで言語の壁に関しては今も奮闘中です。2つ目は経済の壁です。国際結婚したら大抵の場合どっちかの国に住むっていうことになると思うんですけど、そうなるとどちらか一方が仕事を辞めなきゃいけないわけで、新しい国で言葉も文化も違う中で仕事を探すのって本当に大変です。今は時代が進んでオンラインでクラウドワークスとかを使って日本にいなくてもデータ入力の仕事ができたり、かなり選択肢は広がってきてるとは思うんですけど、それでも日本で働いてた同じ額の給料を違う国で稼ぐっていうのはなかなか難しいです。私は今専業主婦でブラジルでは働いてないんですけど、やっぱり自分の収入がないとちょっとした化粧品とか服が欲しいなって思ってもやっぱりやめとこうってなることが多いです。旦那は服とか靴とか必要なものがあったらいつでも言ってねって言ってくれてとってもありがたいんですけど、それでもやっぱり自分の気持ち的には自分の働いたお金で自分のものを買う方が楽だし、やっぱり結婚しても経済的に自立していることって本当に大切だなと感じています。ちなみにブラジルのお給料事情を話すと、この前別の動画でも少し話したんですけど、平均の月収が約6万円で、この前気になってブラジルのマクドナルドの時給を調べてみたら、なんと日本円で200円から300円でした。ちなみにブラジルのマクドナルドのハンバーガーセットの値段は1000円から1500円ぐらいなので、ハンバーガーセット1個のために 4,5 時間働くことになるわけで、日本で働いてた時の感覚のまま行くと現地の会社に就職して働くモチベーションっていうのがなかなか湧かないのがリアルな現実です。私は結婚する前、相手の国の物価とかお給料事情はそこまで調べてなかったので、後から知ってびっくりしたことも多くて、なので国際結婚する前はある程度相手の国の物価とか給料の相場とか経済的な事情を調べて事前にイメージを持っておいた方がいいかもしれません。3つ目は食文化の壁で、これは本当にありがたいことなんですけど、私の旦那は日本食が大好きで、お味噌汁とか出汁の香りも気に入ってくれてて、本当にラッキーな国際結婚だったなって思ってます。でも知り合いの国際カップルの話を聞いたりすると、お味噌汁の匂いが魚臭くて無理とか、醤油の味付けが無理って言われてしまったりとかして、そうなってくるとほとんどの日本食が作れなくなってしまうわけで、結構難しいなって思います。よく食の相性って大事って言われるけど、国際結婚になるとそのハードルがさらに高くて、もし日本人の方が日本食を食べたかったとしても、外国人の相手がそれが無理だったら夫婦で別々のものを用意するってなると、それを毎日続けるのは想像しただけでもかなり大変そうです。個人的な判断基準ですが、お味噌汁をいい匂いって言ってくれる人はまあいけるなって思ってて、納豆と漬物を美味しいって言って食べてくれる人は完璧かなと思います。ちなみにブラジルは欧米諸国に比べて野菜とかお豆を日常的にたくさん食べるので、私は特にブラジルの食事に関して困ってることはなくて、むしろ日本よりも野菜とか安いので、日本にいた時よりも健康的な食事ができている気がします。4つ目は距離の壁で、ブラジルってご存知の通り日本の真裏の国なので、日本から一番遠い場所って言っても過言じゃないです。日本からブラジルに行くにはまず直行便がなくて、アメリカとかヨーロッパとかいろんな国を経由して最低でも2つのフライトが必要です。それぞれのフライト時間は13、4時間で、乗り継ぎ等も含めると最速でも26時間、平均すると30時間から40時間ぐらいかかります。しかも私が住んでる地域はサンパウロからさらにもう一つ飛行機を乗らないといけなくて、単純にドアトゥードアだと丸々2日はかかります。10時間以上のフライトを連続で2回乗るっていうことが結構しんどくて、目的地に着いた頃には意識が朦朧としています。しかも地球の真裏側っていうこともあって時差ボケがひどくて、完全に抜けきるのに 1,2 週間かかったりもします。日本に頻繁に帰りたいのは山々なんですけど、この疲労感を思い出すたびにどこかでストップがかかってしまいます。
また距離がある分航空券代も高くって、一番安い航空券でも20万円ぐらいで、2人分になると4、50万かかってくるわけで、日本に帰りたいなって気軽に言えないのが現実です。結婚する前は距離の問題とか航空券代の問題とか全く考えてなかったですけど、今となっては国際結婚するならせめて直行便があって往復10万円から15万円ぐらいで済むところの方がまだ後々日本との行き来がしやすくていいかなとは思います。最後5つ目はユーモアの壁です。これは他の壁に比べるとそこまで深刻ではないんですけど、ちょっともやっとすることなのでランクインさせました。最近気づいたことがあって、日本では自虐ネタってよくあって、私自身もこの YouTube で暇人主婦とかニート主婦とか自分のことを紹介してたりしたんですけど、そのユーモアはあんまりブラジルでは通じないみたいです。ブラジル人の人からしたら、そんな風に自分を下に言うもんじゃないよって真剣に返されたりすることもあって、ちょっとハッとした瞬間でした。そう思ったら、日本人って謙遜と言ったら響きがいいですけど、自分のことを下げがちというか自虐傾向があるのかもしれません。逆にブラジルのジョークとかは私もまだピンとこないものが多くて、言葉がわからないっていうのが一番大きいんですけど、ジョークを一緒に笑えるようになったら多分この国でもだいぶ生活が楽しくなるのかなと思います。というわけで今回は国際結婚をおすすめしない理由なんていうタイトルにしましたが、一番伝えたいのはいろんな壁はあるけど、それでも一緒にいたいって自然に思える相手ならきっとやっていけるかなということです。国際結婚ってなると普通の結婚よりもさらに考えることとか不安が多くて踏み出せない人も多いとは思うんですけど、あんまり考えすぎてもキリがないので、最低限のことさえ確認したら勇気を出して一歩踏み出すのもありかなと思います。まだ私も結婚1年のペーペーカップルで、きっとこれからもいろんな壁にぶち当たると思うし、その時はまたこのチャンネルでつぶやくかもしれませんが、温かく見守ってもらえたら嬉しいです。それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。